川日本庭園研究室の戸川です。今回は庭木の手入れを紹介したいと思います。庭木の手入れは奥が深いもので一概に言えるものではありません。今回は簡単なものを挙げさせていただきますが、後ほど詳細なものを挙げたいと思っております。全国ですね、やはり優れた方たくさんいらっしゃいますし、環境問題、それから土壌問題、日照条件、その他いろんな問題がありますので、本当にこれはね、一生かけて体得しなければならないものだと思います。赤松のこのしだれ赤松天目賞なんですが、大きさもですね、小ぶりなもので手頃なものでしたので、この木を選びました。緑が少ないので枝の構成が分かっていただければなと思っています。また最後におまけ動画がありますのでご覧いただければ幸いです。それでは解説します。まずですね、これ上の方透かしたんですが、中をですねこうよく覗き込んでですね、中こう蒸れてる状況とかかっくいの状況ですね、こういったものをまず把握します。大事なのはまず第1回目のこれ手入れなんですが、枝の構成ですね。やはり幹周りからきちっと構成することが大事だと思います。で、かっくいがついていたり、そういうところをきちっと払って、枯れ枝をきちっと払うところからスタートしたいと思います。大きさ的にもですね、こちらの木はそんなに大ぶりではないので、またそんなにね高度な手入れではないので、ぜひ皆さん挑戦していただければなと思っています。こちら何度もこれ上切っているんですが、これはですね、やはり手入れをしながらどういった枝の構成にしようかなと思って変えているところです。後の方の動画でやはり枝の構成が変わってますので確認してみてください。だいたいこのくらいの木ですと、私は半日ぐらいで終わったんですが、一般の方でもね1日あればできる内容ではないかなと思います。大切なのはね、やっぱり枯れ枝をきちっと取ることと、それからそうですね、かっくいだとかそういうものを取ることですね。で、自分ももう若い時からね、庭木の手入れっていうのはどうやってやるのかっていうことでいろんな先輩方師匠にね教わってきたんですけども、なかなかねこれだけは本当に確立するっていうのは難しいものだと思います。今回はですね、これ先ほども申し上げたように、まず第一段階ですね、枝をきちっと構成する、それを3年から5年かけて手入れをするという、そういうような内容です。で、やはりバックが緑でないので少し分かりやすいかなと思いますが、どうでしょうかね。で、これは頭部分ですね。先ほどとちょっと天井が変わったのがお分かりになりますかね。少しずつ変えていっております。で、若い時はですね、やはり黒松の盆栽系のような木が本当に好きで、あまりねこういうしだれた松とかって好きじゃなかったんですけど、やはり感覚って変わるんですね。やはり30年前とはもう全く違いましてね、今はこういう枝先の柔らかい赤松が好きになりましたね。当時はね本当に五葉松だとか黒松のそういうものが本当に好きだったんですが、今はだいぶ変わってきました。で、こちらは枝をさばいているところですけども、ハサミもですね、当初は目摘みバサミ、握り込んだままやるというハサミですね、そういったものを使っておりましたが、年を取りますとね、恥ずかしい話、その手に油がなくなるんですかね、落とすんですよ。ですので私はこの木ばさみの小さいタイプをいつも使っております。で、握りながらやるとやはり能率はいいと思いますので、握りながらやるのがいいかなというふうに思いますね。で、これはフルッパを超えているところなんですけども、これ握ったままやる方法もですね、毎日やってればすぐ簡単にこうやってハサミが返せるようになると思いますので、ぜひね初心者の方は試していただければなというふうに思っています。こちらのね赤松、これはあまりね手をかけてなかったので良かったんですね。これがあまりね手かけてかっくいだらけだとなかなかねきちっと枝構成できないんですけども、かえってあまり手をかけていなかったので、やりやすかったと思います。で、これからねちょっと専門的な深い話になるんですけども、中央ですね、これちょっと真ん中が割れてる、業者さんに言わせるとサバなんて言うんですけどね、これはダメな地域と、それからダメな師匠いらっしゃいますね。これから拡大しますのでよく見てください。この松の手入れにしてもそうなんですね。もう本当に全国素晴らしい人いますからね、これは本当に一概に言えないです。
なんかねこのサバの尻尾みたいになってるっていうんですね。ですのでこれはダメだっていう地域、それから、これはダメだっていう師匠はいらっしゃいますね。でもまあ私なんかよくどうしてもこうなってしまうことは多々あるんですけれどもね。こちらはですね裏から撮った映像です。普通一般的にね庭木っていうのは、上側を枝を払いますね。立ち枝とか上に徒長枝とかね、立ってるものを取るんですが、しだれてるものってのは逆なんですね。下がってる枝を取るんです。そして外に広げていくという、そういう枝の構成の仕方です。でフルッパを引くだけでなく、やはり新芽の方もですねある程度こう取りましてさばいているんですが、ここは日当たりが強いので葉っぱを少し多めに残しました。あんまり取ると焼けてしまうかなと思いましたのでね、これも徐々に芽数が増えれば葉数は減らせると思うんですけども、今の段階ではあまり葉っぱを少なくすると木が傷むかなと思いましたのでね、少し多めに残してあります。それでですね、これご覧になって分かる方いると思うんですが、本当にね洗練されたところはこのフルッパを引いたり葉っぱをもみ上げた時にですね、元のところにね皮が残るんですよ。これ袴っていうらしいんですけど、もうこれ袴はダメだっていう、そういうところまでありますね。本当に洗練された仕事してる方いらっしゃいますからね、私もねまだ人に言うだけのものはないかなと思うんですけど、そこは了承していただいて全体的に仕上がりまして、だいたい時間は半日くらいです。慣れればねだいたい1人で1日あればこれは終わるような内容だと思います。大切なのは第一段階です。これ初めてなのできちっと枝を構成することですね。そして、元のかっこいいカラーミそういったものをきちっと構成しまして、中から見ても美しく全体的に広がっているようにするのがいいんではないかなというふうに思います。それとですね、あとそうですね、先ほども申し上げたようにこの木はだいたい3年から5年で仕上がるんではないかなというふうに思っています。後ろがブロック塀なんでね少し見やすいかなと思いました。はい。私は本当にこの仕事は昔から好きで、もう最初の頃はね松の手入れなんてお前10年早いなんてやらせてもらえなかったもんですからね、よく山行ってね掘ってきて自分家の庭とかに植えて練習しましたね。4月に緑を摘むとこう、5月はこう、6月はこう、この枝は何月にもみ上げるとかね、もう枝によって変えていくとか、そういうことをよくやってました。岩組関係のところでも申し上げたように、我々の仕事は本当にいい仕事で楽しい仕事なんでね、ぜひね次の世代の方々の参考になれば幸いです。それではご視聴ありがとうございました。ダメなんです、この枝は。ここで切るんです。こことここ、こことここ、枝をきちっと構成してるから、いつでも戻せるようになってるんですよ。これ厳しく言われてたので、こう考えなきゃダメ。こう考え。均等にこっちに行くようになったらですね、